はい、どうもです。今回はですね、こちら、色ブダイっていう食材ですね。はい、というわけで、様々いるブダイの中でもですね、特に奇妙な色というんでしょうか。まがまがしい色、そしてカラフルな色をしたこちらの色ブダイでございます。はい。実はね、夜の潜りで初めて撮れたんで、ちょっと嬉しくて今回ね、動画にすることにしました。はい。というわけで早速観察していきましょう。色ブダイはですね、ブダイの種の中でもですね、かなり大型になる個体でですね、この個体で多分4、5キロありますね。結構高級魚なんで、市場とかスーパーとかで見かけると、これ1匹買おうとすると、大体今の相場だと1万2000円から高くて2万円ぐらい。そんぐらいしますね。はい。なんで結構高級魚なんですよ。で、これオスはね、意味わからんぐらい派手なカラフルな色をしてます。標準の色が青なのに、頭の周りに蛍光色のオレンジがありまして、でこの鱗にも蛍光色のオレンジがあります。で最後尻尾の先は純色みたいなブルーをしてますね。でこっから下のラインはねまた色がちょっと変わっておりますね。はい。なんかブダイってさ、なんでこんなカラフルな色してんのとか、なんでマサルって意味わからんぐらいカラフルなウェットスーツ着てるのみたいな、多分ね思ってる人いると思うんですけども、サンゴ礁で泳ぐと結構ね擬態できるんですよ。なんでね意外とね水中の中で見るとカラフルではないんですよ。でちなみにですね、メスもだいぶいかつい見た目をしてまして、こんな感じの見た目なんですけども、色ブダイはオスよりもメスの方がうまいです。でちなみにこの色ブダイはですねオスなんですけども、昼間海の中で泳いでたらさ、毎日のように見るわけですよ。警戒心が強いんでなかなかつけないんですけどもね、だいたい5人は女はべらしてるね。この魚はめちゃめちゃハーレムを作ることでも有名であります。ちょっとこのドスケベ野郎を今日はさばいて唐揚げにして食ってやろうと思います。ということで早速さばいていきましょう。はい、そうしましたら今回はですね、すき引きでやっていこうと思います。なんで、こういう邪魔なヒレとかを切っていきます。邪魔なヒレを取っていきます。で、このヒレも取っていきます。それでは次は背びれです。チョキチョキとハサミで切っていきます。この背びれを取るかどうかですき引きのしやすさってめっちゃ変わってくるんですよね。よーく観察すると背びれと身の間に段差があります。背びれを切らないとここのくぼみにある鱗が取れないわけですね。そしたらすき引きをしていきますと。よいしょっと。だいぶ上手くなりましたよね。昔はこのただすき引きするだけでもねすごい時間かかったんですけど、慣れたもんですよ。もう何匹ブダイさばいてきてるんだろうね。俺が多分一番この世でブダイをさばいてきてると思うんですけど、 YouTuber の中では。でもよく取れる魚って本当にブダイばっかりなの。初めて来た頃は全部一緒やんこいつらって思ってたんですけど、みんなはどう見慣れてきた？で反対側ですね。はい、それでは頭を落としていきましょう。じゃあ内臓傷つけないように優しくいきましょう。はい、ここで背びれの骨がここに入ってますんで、この背びれの骨を落とします。でなるべく関節に入れたいところなんですけども、あんま骨硬くなさそうなんで断ち切れるかやってみます。背骨切れるもんなのかな。あ、切れたわ。よいしょ。おでこちらがね色ブダイの内臓なんですけども、レバーがこんな感じで入っておりまして、腸がねこんな感じですごい長くなってまして、これなんでかって言いますと、ブダイってねサンゴを食べてるんですよ。なんでサンゴはね結構消化に時間がかかりますんで、結構ね長めの腸を持っています。でちなみにこのサンゴを噛み砕いて、中のね褐虫藻だったりとかタンパク質だったりとかエネルギーを摂取して、あとはねサンゴって炭酸カルシウムがメインでできてるんで、ジャリジャリになって砂の状態になったうんこを出すんですけども、だからつまりですね 100% ではないですよ。結構な割合の沖縄のさ白い砂浜とかって、サンゴが砕けたものからできてるんですけども、ブダイのうんこでできてるんですよ。
はい、そしたらいつもよく見せてますけども、ブダイのですね咽頭歯というものをお見せしましょう。ちょっとグロいので洗います。はい、こちらがですね咽頭歯でございます。使い方としましては、ブダイの口って鳥のくちばしみたいになってるんですよ。でこうやってガリッガリッガリってサンゴをかじるんですね。で人間で言えば喉の奥のここら辺にですねこの咽頭歯っていうものがついています。でこの咽頭歯でサンゴをこうやって噛みつぶすわけですね。こうやってゴリ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 やって、でこの咽頭歯めっちゃかっこよくない？俺めちゃくちゃブリーチ好きなんだけど、アランカルのグリムジョーのここに実はついてるに似てない？俺の中でブダイはグリムジョーなんだけど、グリムジョージャガージャックね。これ多分ブリーチ知ってる人はグリムジョーじゃんってめっちゃなってると思う。そしたらお腹を開きまして、で浮き袋がついてますんで浮き袋を取り除きます。よいしょ。でこう血合いが出てきましたんで、これを洗い流していきます。はい、きれいに洗い流し終わりましたと。はい、そしたらきれいになりましたんで3枚におろしていきましょう。じゃあ皮に切り込みを入れまして、背骨まで包丁を入れて、よいしょ。ブダイさばくのだけはめっちゃうまくなったね。じゃあ反対側も入れ、鱗残ってんな。反対側もいきましょう。OK。腹骨を取っていきます。でもね最近ねちょっとね沖縄の市場が競り値がね上がりすぎて、島にね魚が出回らなくなってる問題があるんですよ。やっぱ沖縄にさ来る海外の人はさ、日本人のさ2倍3倍給料もらってるからさ、こういう魚とかも買えるけどさ、島の人は別に給料上がってないからさね、なかなか買えないよね。では血合い骨を落としていきましょう。血合い骨ね4本ぐらいしか入ってないんですよ。でここら辺で切っていきましょう。 OK。 友達にプレゼントするようで、こっちは唐揚げにしていきましょう。なんか美味しそうなんですけど、色ブダイに関してはすき引きしない方がいいかも。すき引きするとこの皮の色がね取れてしまうんで、せっかくあんなカラフルだったのに普通の魚の色になってしまってるのがちょっともったいないですね。はい、そうしましたら唐揚げの漬け込みをしていきます。用意するものは醤油、料理酒、にんにく、生姜です。で醤油をまず入れます。で料理酒ですね。料理酒と醤油は1対1ぐらいですね。もうこれ20分をベースで考えてますんで、この味ですけども、一晩とか漬け込みたい方は醤油薄めに皆さん自分で調整してくださいね。よいしょ。もみもみ。このニンニクのねパンチを効かせて食べるのもねめちゃめちゃ美味しいんですけども、実は色ブダイはですね非常に上品な味なんで、例えば湯引いて食べたりだとか刺身でね普通に食べたりするのもねめちゃくちゃ美味しいんですよ。だからこれねすごいね贅沢なことをしております今。では15分間ほど漬けていきましょう。はい、それでは15分経ちましたんでタレをちょっと落としていきます。はい、そうしましたら片栗粉をまぶしていきましょう。よいしょよいしょ。なんかこうするとね竜田揚げっぽく仕上がるんで、ちょっと今回竜田揚げっぽく仕上げようと思いまして、この漬け方でやってみております。はい、なんと今回油すでに用意してあります。ということで揚げちゃいます。うわめっちゃうまそう。はい、完成しました。うわはい、というわけで完成しました。
いただきます。ちょっとみんなこれ聞いてほしいんだけど、今までなかなか体力が回復しなくて、撮影がなかなかできなかったんだけど、なんとですね、この1週間で動画7本撮ってます。今7本目です。7本目でまだここまで元気です。やっと回復してきたかもね。ねえ、母親。そうだね。1月から徐々に元気になってきたけど、2月でやっと働けるぐらいになってきたね。ちょっと皆さんね、ほんといろいろと心配事かけたりね、もう本当に迷惑かけた人もたくさんいますけども、体調管理が一番重要。ほんまにね。ということで、体調管理をしつつ動画作り頑張っていこうと思いますので、景気づけに色舞台のフライ食いましょう。いただきます。あっくわっ。わあ、これ何回食ってもうまいよね。母さんも食べてみてよ、これ。熱いよ。フライに適した身だよね。めっちゃ美味しい。うめえ。冬場はね、全ての魚が高いんですよ。沖永良部島は11月から4月上旬ぐらいまでものすごい北風が常に吹いてて、あんまりね海に出れないんですよ。という理由がありまして、同じ魚種でも夏はあんま海が荒れてないから結構取れるから値段は下がるけど、冬場は同じ魚でもあんまり取れないから結構値段がするんですよね。この魚も別に夏だったら多分9000円ぐらいで買えるかもしれません。はい、1匹ね。ぜひね、マグロジャーキーね、新味も開発中なんですけども、めちゃめちゃ美味しいですし、そして、応援としてでも、1個でも買ってもらえるとね、水産工場、沖永良部島盛り上がりますから、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、マグロジャーキー発売してからね、1年以上経過してますけども、リピ買いしてくださってる方々とかね、本当に僕ら、応援になってます。我々スタッフ一同の心の支えになってます。本当に、ありがとうございます。まだまだジャーキー1個しかありませんけども、これからね、水産工場もしっかりとね、頑張っていこうと思います。今年の抱負は、さらに体力の回復に努め、無理をせず、動画を楽しみながら、視聴者のみんなも楽しませていきたいね。はい。というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、腹減ったな。そういえば、やばい漁師にもらったやつ、美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。